古代ロマンのかきたてられる特別な場所にやってまいりました。玄界灘に浮かぶ壱岐島の春の辻遺跡です。文化財でいう国宝に匹敵する特別史跡に指定されております。視聴者の皆様、この動画の中では日本唯一とか日本最古という言葉が飛び交いますよ。ここは中国の3世紀頃に書かれた歴史書に邪馬台国と共に登場する壱岐国の王都です。弥生時代には大陸と邪馬台国を結ぶルートの中継地点であり、最盛期には大陸や朝鮮半島からのものが集まる、いわば弥生時代のショッピングモールとして大発展しました。中心地の何重もの堀に囲まれた丘には、祭儀場を中心に住居や倉庫が立ち並んでいました。今は駐車場付きのガイダンス施設がこの中央丘陵の北西端の低地に建てられ、2025年現在、丘陵中央部には17もの建物が復元され、観光スポットになっています。ミニ吉野ヶ里とでもいうような景色が広がっており、いずれ吉野ヶ里のような人気テーマパークになる日が来るかもしれませんね。今日はここ春の辻遺跡から古代の生活を想像するロマンの旅に視聴者の皆様と共に出かけてみたいと思います。これを造成する前の時なんで、江戸時代以降使われてた、最近までですね、これが建つまでなんで、20年前まで使われた時の田んぼの面なんで、まだここが出てきても新しいものしか出てこないんですけど、これからまた1メーターぐらい掘っていくと弥生時代の当時の遺跡がこの下にはありますので、そこからこの春の辻遺跡というところの、なんか歴史を物語るものが出てくる作業。弥生時代のあとはもうこれ手彫りでですね、何が入ってるかわからない。発掘の現場というのは何層にもなっている各層ごとの時代を特定していくのですね。気の遠くなるような作業です。このガイダンス施設の南西すぐのところで日本最古の船着き場が発見されています。簡単な図を作ってみました。この船着き場は東側約 1.5km のところにある内目湾から畑鉾川を遡った支流に作られており、このような島状の特殊な形をしております。ご覧のように2カ所のドックがあり、その底には木の樹皮を何重にも敷き詰め、土砂が流出しない工夫が行われていたり、要所に石積みで補強がされていたりと、大陸から伝わった最新の手法で構築されていることが分かりました。しかし、規模がかなり大きい割には川の水位が低いため、小舟しかつけることができません。今は埋め戻されており、残念ながら見学はできませんが、ガイダンス施設内に精巧に復元された模型が展示されています。ガイダンス施設は入場無料ですので、今後訪問される視聴者の方がいらっしゃれば、ぜひ見学してみてください。さて、ここからは壱岐市から提供いただいた写真も交えて発掘物を見ていきたいと思います。春の辻遺跡が広域で栄えた象徴的な出土品がこの竿ばかりの重りです。交易品の重さを測って取引を行っていた証拠です。魏志倭人伝には以下の記述があります。国々に位置があり、交易を行い、大尉にこれを監督させていた。女王国より北には特に一大卒を置き、諸国を検察させ、諸国はこれを恐れはばかっていた。この弥生ショッピングモールは、邪馬台国の息のかかった役人監視の下で営業されていたようですね。この人面石は日本で唯一この地で出土した偶像崇拝のシンボルです。祭祀に使われたと考えられています。弥生時代の末にこの春の辻集落が廃絶した際に、西側の環濠に大量の土器などの生活用具が廃棄されていた中から見つかりました。皆様、この形、かのムンクの叫びにそっくりだと思いませんか？亀棺墓、石棺墓も数多く発掘されています。お墓は初期の段階では中央丘陵部にありました。人口が増えるにつれて環濠の外側に埋葬されるようになっていったようです。中央丘陵の南東部にあたるこの大原地区の墓域は、最も身分の高い人々の墓のあった場所です。
ここで視聴者の皆様にお見せしたいのは副葬品であるこのトンボ玉です。こちらも大陸から持ち込まれたもので日本最古です。子供用の亀かんぼの中から発見されました。子供を慈しむ思いが伝わってくるではありませんか。親心は古代も今も変わらないようです。出土した発掘物は現時点でも10万点以上あります。その他に大陸からもたらされた遺物として注目されているのは、竜の線刻画がストーリー性を感じさせる形で描かれた日本唯一の土器や、矢先に用いる青銅製矢尻などがあります。木製の防具や石斧など、国内で製造された武器や農具も発見されています。さらに発掘が進むと、日本唯一や日本最古がまた増えていくことでしょうね。さて、魏志倭人伝で壱岐国について記載されている内容を簡単に説明しましょう。畜牧の生える島で戸数3000家、対馬の1000戸よりは多かったようです。他も対馬よりは広かったですが、それだけでは足りず、島の南北に交易で穀類を求めていたようです。指導者は彦、副官は雛森と言いました。さて、ここからは魏志倭人伝や発掘調査結果を踏まえて、弥生時代の春の辻での生活がどのようなものであったか、想像を巡らしてみたいと思います。一部、素人の勝手な想像が混ざり込んでいることはご承知おきくださいね。まずは身なりです。男子は曲げを結い、幅広の布を束ねた衣服。女性は長い布の真ん中に穴を開け、そこに頭を通した衣服を身にまとっていましたが、裸足でした。男子は顔や体に入れ墨をしていました。入れ墨は身分により大きさが異なっていたようです。また赤い粉を体に塗ってもいました。一尾カラムシを植え、桑と蚕を育て、糸を紡いで織物を作っていました。織物は自家用だけではなく、交易品や調香品としても利用されていました。食べ物について、稲を育て、ひょうたんなどの野菜の耕作もしていました。近海の浅瀬でアワビやサザエなどを取り、沖に出てクジラやイルカの漁も行っていました。現代人よりも贅沢な食事をしていたのかもしれないですね。野生のイノシシの狩猟も行われ、犬も飼われており、食用にもされていたようです。食べ物は火を通さず生食することもありましたが、くどい石と名付けられた壱岐島独自で加工製造された石器の上に土器を乗せ、煮炊きも行われていました。飲食は高槻を食器として用い、手で食べていました。人は総じて酒好きだったようです。牛、馬、羊は飼われていなかった一方で、日本最古の家猫はすでに飼育されていたかもしれません。国境の国なので兵器も数多く見つかっています。兵器には矛、盾、木弓を用いました。木弓は下を短く上を長くし、竹の矢は鉄や骨の矢尻を使っていました。木製の防具や斧などの石器は周辺の低地で加工していたようです。王が事業を始めるときや往来などの時には、鹿やイノシシの肩甲骨を用いて占いを行っていたようです。骨を焼いてできる裂け目を見て吉凶を占っていました。この画像は出土した実際に占いに使われていた墨骨と呼ばれる遺物です。この風習は大陸から伝わり、当時の和人の中にも普及しておりました。身分の高低にかかわらず一夫多妻制でした。法を犯すと軽いものはその妻子が没収され、重いものは一家が滅ぼされました。人は長生きで100歳まで生きる人もいたそうです。さて、それではいよいよ現在の公園として整備されている春の辻遺跡を実際に歩いてみましょう。ここは壱岐島南東部の比較的内目湾に近い標高15メートル前後の低地にあります。ここ深江田原と呼ばれる平野は実は意外にも離島でありながらも長崎県最大級を誇り、広さは東京ドーム21個分にもなります。堀は現在の西側の一部を除いて文化財保護のため埋め戻されており、あまりよく見ることはできません。堀は防御のためというよりは排水のために掘られていたようです。今、ガイダンス施設のあった北西側から入って南側に向かっております。
きれいに雑草の刈り払いがされ、気持ちの良い草原になっています。今歩いているこの地中には多数の住居跡が眠っています。さて、春の辻遺跡環濠内の中心部に足を踏み入れてまいりました。案内にあるように、先ほど紹介した竿ばかりの剣がここで見つかっています。つまり、この辺りにショッピングモールがあったということですね。再び登場したこの剣は重さが約 150g しかないことから、顔料や金属材料などの貴金属の取引に利用されていたのではないかと考えられています。発掘物の中には中国のお金もありますが、基本は物々交換だったはずです。そして交易により売買されたものを保管した蔵も復元されていますね。建物が高床になっているのはネズミによる食害を避けるためでしょうね。この生垣で取り囲まれた4棟の建物のある場所が春の辻のシンボルとも言うべき祭儀場です。この遺跡の最頂部で標高は18メートルです。こちらの北側の2棟は祭儀に使用する食物などを格納する倉庫で、えりすぐりの食材が集められたと説明されております。この主祭殿の床面積は一般住居の床面積の3倍程度あったそうです。この南側には平屋の脇殿がありますね。この脇殿は主祭殿で儀式に臨む王が控室として利用し、服装や身なりを整えた建物だと説明されております。両脇にはべっているのはシャーマンの女性でしょうか。王の顔出しパネルは人面石を携えてますね。これらの土器はレプリカだと思いますが、朝鮮や大陸との交易で手に入れたものをイメージしているのでしょうか。ここでは数多くの建物が復元されておりますが、いずれの建物でも金属の釘は一切使われておりませんね。さて、最後に兵士の待機所と物見櫓です。やはり倭の国の辺境の地であり、朝鮮、中国と交易をしていたとはいえ、友好国が滅びれば大陸側からの侵攻を受けないとも限りません。しかし、この物見櫓の屋根の上はスズメの楽園になってますね。さて、最後に弥生時代に栄えたこの春の辻集落ですが、古墳時代を迎えるとともに繁栄に終止符を打ち、ショッピングモールも消えてなくなってしまいました。視聴者の皆様もきっと信じがたいとお考えでしょう。その理由を見てみましょう。この頃に邪馬台国は滅び、中央集権的国家大和王朝が現在の関西地方に誕生しました。大和王朝は造船技術の進歩もあって、現在の福岡市にあった那国から直接対馬や朝鮮半島への交易ルートを作りました。そのため邪馬台国と連合を組んでいた壱岐国は完全に交易ルートから外れてしまったのです。交易の手段が断たれた壱岐国春の辻は廃絶を余儀なくされてしまったのです。その際に祭祀に使われていた人面石や生活道具だった土器類は堀に大量に廃棄されることになりました。現在も発掘調査は進んでいますが、実はまだ遺跡全体の 15% 程度しか調査が進んでおりません。今後さらに多くの発見があると期待されております。特に期待されるのは文字に関する遺物です。日本国内において弥生時代の文字に関する遺物の発見はまだありません。中国ではすでに文字は普通に使われており、春の辻においても文字文化が入ってきていても決して不思議ではありません。また当時の船に関する遺物も期待されるところです。今後のさらなる発掘調査からも目が離せませんね。この動画に興味を持っていただいた視聴者の皆様それぞれが古代の人々の生活の様子を思い描くきっかけとなれば嬉しい限りです。壱岐島へは博多港から高速船でたったの1時間です。春の辻遺跡以外にも数多くの見どころのある壱岐島ですので、視聴者の皆様もぜひ足を運んでご自身で
魅力いっぱいのこの島を体感してみてください。